韓国の小さな農村、地元で話題のシャインマスカット農家がここにいます。僕はシャインマスカット農家のずんだもんなのだ。今日もバッチリ育てたシャインマスカットをチェックするのだ。おいずんだもん、今日のシャインマスカットはどうだ？ふっふっふ。見るがいいのがこのツヤツヤの実。なんかやたらピカピカしてるな。そうなのだ。これで売れまくること間違いなし。ずんだもんたちは韓国産シャインマスカットで一攫千金を狙っています。でもさ最近ちょっと売れ行き悪くないか？そんなことないのだ。多分今だけなのだ。いやいや、こないだ市場で日本産の方が売れてるって噂を聞いたぞ。嘘だろ。日本のシャインマスカットなんて高いだけなのだ。いや実際味が全然違うらしいぞ。僕のシャインマスカットだって負けてないはずなのだ。どうやら少しずつ不安が募ってきたようです。ところでずんだもん、昔の日本からの苗の話聞いたことあるか？それはなんか、持って帰ったら儲かるって聞いて。まあ詳しくは知らないのだ。それが今の状況に繋がってるってわけだよな。とりあえず今はシャインマスカットを売ることが先決なのだ。するとそこに市場から戻った農家がやってきます。おい、ずんだもん、今市場から戻ってきたけど状況が悪化してるぞ。なんだって、それって具体的にどういうことなのだ？日本産のシャインマスカットが大人気で韓国産はあまり動いていない。やっぱりそういうことか。そんなはずはないのだ。何かの間違いなのだ。残念だけど事実だ。味の評判が圧倒的に違うらしい。ずんだもんは動揺を隠せません。でも僕のシャインマスカットはちゃんと育ててるのだ。でもさ、日本産は土壌改良とか徹底してるらしいぞ。そうだな、技術と手間暇が全然違う。日本には負けたくないのだ。日本の広島県で生まれたシャインマスカット。日本の農業技術の末を集めた品種です。日本産シャインマスカットの秘密とその魅力を深掘りしていきます。これはシャインマスカットの畑です。見てくださいこの美しいシャインマスカットの房を。うわぁ、やっぱりなんか日本のはキラキラしてるのだ。この輝きは日々の土壌改良と手間暇の賜物です。うちの畑と全然違うな。なんでそんなことができるんだ？例えばこの土壌、日本ではシャインマスカットに適した土作りを数年かけて行います。そんなに時間かけるのか。僕たち適当に育ててたのだ。いやそれ言うなよ、恥ずかしいだろ。日本産シャインマスカットの特徴は何といってもその甘さとジューシーさ、さらに皮ごと食べられるため消費者に大人気です。甘さの秘密はこの栽培方法と日々の細やかな管理なんです。そりゃうまいはずだ。うちでも真似できないのか？日本の農家本気すぎるのだ。でも僕負けたくないのだ。絶対もっといいシャインマスカットを作るのだ。ところで日本のシャインマスカットの価格ってどれくらいなんだ？国内では1房3000円以上、高級なものは2万円を超えることもあります。高いのだ。僕たちのシャインマスカットの5倍以上なのだ。でもその値段で売れるってすごいよな。品質を保証するための基準が厳しいんです。例えば糖度や房の形状など。なるほどな。そういう徹底した管理が価値を生むわけだ。うちもそういう基準を作ればいいのだ。でもさ、そんな急に真似できるかな？地道な努力が必要です。でも可能性はありますよ。僕やる気が出てきたのだ。負けず嫌いだから頑張るのだ。シャインマスカットが韓国で栽培されるようになった背景には驚くべき事実があります。日本で30年以上かけて開発されたこの品種、どうして韓国に広がったのでしょうか？実は僕、ちょっと前に日本の農園から苗を持ち帰ったのだ。お前かよ、なんでそんなことしたんだ？だって儲かるって聞いたのだ。あの時は良いアイデアだと。実は韓国では日本から持ち込まれた苗が無断で栽培されていました。それが今の状況を生んでるんだよな。ブランド価値が傷ついてる。でもさ韓国産が広がればそれで良いと思ったんだよな。そうなのだ。でも最近はなんか違う気がしてきたのだ。韓国産シャインマスカットは当初は高く売れましたが品質の問題が浮き彫りに。日本では土壌や気候に合わせて最適化してるけどその努力がないと味が落ちるんだよ。確かに韓国産は安いけど甘さが足りないとか酸味が強いとか不満が多い。僕のシャインマスカットも最近評判悪いのだ。でも改良しないとこのままだとダメだろ。最近市場で韓国産シャインマスカットを避ける人が増えてるって話だぞ。なんでなのだ。日本産と比べると風味が劣るって言われてるみたいだ。やっぱり適当に育ててたのがバレたか。どうすればいいのだ。日本のシャインマスカットと同じ価値を生むには韓国側でも相応の努力が必要です。簡単に真似できると思ってたけど甘かったよな。でも僕は諦めたくないのだ。もっと美味しいシャインマスカットを作るのだ。韓国産シャインマスカットの市場が厳しい状況に直面しています。最近韓国産シャインマスカットの返品が増えているんだ。なんでなのだ。僕たちのシャインマスカットは完璧なのだ。いやちょっと味が薄いってクレームも聞くぞ。それだけじゃない、日本産と比べると見た目も悪いって。実際に韓国産のシャインマスカットを購入した消費者の声を聞いてみましょう。前に日本産を食べたんだけどそれと比べると甘みが足りなくて、正直がっかりした。そんなことないのだ。
でも実際売れ残ってるのは事実だぞ。特に高級スーパーでは日本産が圧倒的に人気だ。消費者は正直で品質が悪いとすぐに市場に影響を与えます。僕たちのシャインマスカットそんなに悪いのか。実際食べ比べてみるか？それは、でも負ける気がするのだ。今のままだと韓国産はどんどん市場から締め出されるぞ。そんなの嫌なのだ。韓国産シャインマスカットの未来はこのままでは危険です。なんとか改善策を考えないとまずいな。僕負けたくないのだ。もっと美味しいシャインマスカットを作るのだ。まずは消費者の声をもっと聞いた方がいいな。あと飼料の配合も日本のやり方を参考にした方がいいかも。僕たちちゃんとした農法を勉強するべきなのだ。あと市場でのブランド戦略も考えないとな。美味しくて品質がいいなら多少高くても買うのに。僕たちも日本に負けないブランドを作るのだ。韓国産シャインマスカットの売り上げが落ち込む中、さらなる試練が待ち受けていました。なんだこれ、日本産のシャインマスカットが輸出強化されてるぞ。それってつまり日本が本気を出してきたってことか？なんでなのだ。これは僕たちへの宣戦布告なのだ。実は日本では品種保護を強化し海外での市場拡大を進めていたのです。韓国に技術を盗まれたままでは終われません。これが私たちの答えです。これで韓国産の立場がますます厳しくなるな。ただでさえ品質で負けてるのにさらに競争力を失うのか。嫌だ。僕は絶対負けたくないのだ。一方で韓国の農家たちも対応策を模索していました。やっぱり日本の技術はすごいな。俺たちも学ばなきゃダメか。そう簡単に学べるもんじゃないが少しでも近づかないと生き残れない。僕たちにも何かできるはずなのだ。もっと売るための戦略を考えるのだ。例えばマーケティングの見直しとか新しい販路の開拓とかさ。それにしても日本産の価格にどうやって対抗する？安さだけじゃない価値を見せるしかないのだ。しかし日本側はすでに長期的な計画を進めており韓国産のシェアはさらに低下していきます。品質管理を徹底しブランド価値を守ることが私たちの使命です。どうするずんだもん。俺たちのシャインマスカットもう本当に終わるかもしれないぞ。まだ諦めたくないのだ。でも今すぐに何か行動を起こさないと手遅れになるぞ。海外でも消費者の声に耳を傾けながら改善を続けています。僕たちも消費者ともっと話すべきなのだ。何が求められてるのか知りたいのだ。でも時間が足りないよ。どうすれば早く改善できる？専門家の力を借りるしかないかもしれないな。僕たちもプロに相談してもっと良いシャインマスカットを作るのだ。日本産シャインマスカットの猛攻により韓国産の市場は大きな打撃を受けていました。結局俺たちは何もできなかったのか。僕たちのシャインマスカットも売れないのだ。正直このままじゃ韓国産は市場から消えかねないな。ずんだもんたちは焦りながらも打開策を模索していました。やっぱり品質を上げるしかないか。でもそんな簡単にできるのだ。品質管理には時間がかかる。でも長期的に見ると絶対に必要なことです。ブランド力をつけるためには日本みたいに長い時間をかけるしかないんだよ。僕、もっとしっかり勉強すべきだったのだ。確かに日本の農家はすごい努力をしてたんだな。韓国産シャインマスカットの生産者たちは改めて農業の厳しさを痛感しました。でもまだ終わったわけじゃないだろ。そうなのだ。僕たちはまだ諦めないのだ。じゃあ、これからどうする？まずは土壌改良をちゃんとやるのだ。ずんだもんたちは新たな決意を胸により良いシャインマスカット作りを目指して動き出しました。僕たちのシャインマスカットをもっと美味しくするのだ。果たしてずんだもんたちは成功するのでしょうか？今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録をよろしくなのだ。